どうもこんにちは、ギークンボックスの佐賀です。皆さん、プレベとジャズベ好きですか？僕は結構好きです。はい。またやります。プレベとジャズベの違いは何なのかという話なんですけれども、これまでも実は何回か動画にしておりますが、今回はもう2026年の今だからこそ語れることを中心に話そうかなというふうに思います。なんでジャズベースばっかりが今もてはやされているのかっていうところも多分にありますから、そこら辺も含めてね、プレベとジャズベの違いっていうものをみんなでおさらいできればいいかなというふうに思います。この動画は日本語の字幕今ついていますけれども、英語や韓国語や中国語の字幕も YouTube の機能を使ってつけているので、ぜひ字幕機能を使って楽しんでください。ということで本編へどうぞ。早速ですが、歴史やスペックといったところから見ていこうかなというふうに思います。プレシジョンベース、何かと言いますと、1951年に発売された世界初のフレット付きのエレキベースということですね。プレシジョンっていう単語は正確なという意味がありまして、フレットを打つことによって正確な音程を誰でも簡単に出せるよっていうのが、プレシジョンベースの触れ込みなわけですね。コントラバス弾くのかっこいいんですけれども、なかなかね、簡単に正しい音程を出すことができないということで、その敷居をどんどん下げるように開発されたのがプレシジョンベースだということだと僕は思います。はい。一方で、ジャズベースが発売されたのは1960年のことですね。プレシジョンベースに比べてピックアップが2個に増えまして、上位機種として発売されたわけですね。ジャズマスターなんかと同じ時期に発売されまして、ジャズのミュージシャンをより取りに行こうといった思惑がもしかしたらあるのかもしれないですね。ピックアップが増えたことによる音色の多彩さはもちろんなんですけれども、ネックが少し細くなってるんですよね。ここも大きな特徴かなというふうに思います。コントロールプレートに金属が使われていることで、より高級感のある見た目になっているかなという風にも感じられます。具体的にスペック上どんなものが違うのかと言いますと、さっきから話している通り、ピックアップが全く違いますね。完成された形のプレシジョンベースっていうのは、スプリットコイルピックアップが一発乗っています。基本的には。発売当初はね、シングルコイル一発だったんですよ。いわゆるオリジナルプレシジョンベースと呼ばれるものはその形なんですけれども、今主流になっているものはその後改良されたプレシジョンベースですね。はい。これはスプリットコイルピックアップが一発だと。はい。それに比べてジャズベースはシングルコイルが2発乗っています。これによって、ネックピックアップだけ、ブリッジピックアップだけ、もしくはネックピックアップとブリッジピックアップ両方を鳴らしたサウンド、大きく分けてこの3種類の音を使えるわけですよね。さらにね、この間もあります。ネックピックアップ 80% とブリッジピックアップ 100% みたいな。だから音色の細かなコントロールがしやすいというのがジャズベースの大きな特徴の一つなわけですね。そして、ボディシェイプに目を向けると意外とね、違うんですよ。プレシジョンベースっていうのは左右対称気味になっていてコロッとしてるんですよね。なんですけど、ジャズベースは左右非対称でちょっと流れるようなシェイプになってますね。このシェイプの違いもすごく大きくて、僕はこのセクシーなこのラインが好きですね、ジャズベースの。ネックの幅なんですけれども、プレシジョンベースのナット幅、ここが 42mm 程度であるのに対して、ジャズベースっていうのは 38mm 程度なんですね。4mm 違うと、大きく 10% くらい違うんですよね、ナットの幅が。これって結構大きくて、後でも話すんですけど、5弦ベースにした時も、これってすごく影響があるんですよね、面白いんですけど。ネックの質量によって音って大きく変わるので、そこの違いもジャズベースとプレシジョンベースの違いの大きな一つになってるんじゃないかなというふうに思います。ジャズベースとプレシジョンベースの違いを話していく上でおすすめのジャンルなんですか？どんなカテゴリーで弾いたらいいと思いますか？みたいなお話もね、よくいただくんですけれども、これはね、正直どっちも何でもいけます。ジャズベとプレベってあまりにも巨大な存在すぎて、どんなアンサンブルに入っても全く違和感ないんですよ。ただ、強いて言うならですよ。強いて言うなら、ジャズベースはポップスとか、ジャズとかフュージョンとか、そういったところにとてもおすすめです。はい。特にスラップ対応するようなカテゴリーでは、ジャズベースはすごくね、威力を発揮するんじゃないかなというふうに思います。一方で、プレシジョンベースどんなところがいいかっていうと、ロックとかパンクとか、もしくはソウルとか、そういったカテゴリーにとてもマッチするかなというふうに思います。ただ、ロックでジャズベース弾いてももちろん OK ですし、ジャズでプレベ弾いてももちろん OK ですし、あんまり気にしなくていいです。例えばですけど、モータウンみたいなソウルを弾きたいってなった時は、やっぱりプレベの音色もそのモータウンのキャラクターの一つだなとか思ったりしますし、逆にバッキバキのフュージョンみたいな音楽をやるときは、ジャズベースのスラップの音の方がやっぱりハマってるなって思ったりはします。じゃあどんなアーティストがジャズベプレイベ使ってるかと言いますと、まずジャズベースの代表的なプレイヤー、ジャコ・パストリアス、マーカス・ミラー、ゲディ・リー、アイニャン。
など、様々な方が使っています。はい。そして、プレシジョンベースに目を向けると、ジェームス・ジェマーソンとか、ピノ・パラディーノとか、ダフ・マッケーガンとか、サカナクションの草刈さんとか、はい。様々な方が使っています。でもね、ジャズベン使ってる人はプレベンも多分使ってるし、はい。まあ、ただアイコニックなものになってるのがそんな感じかなというふうに僕は思います。2026年現代のトレンドでジャズベとプレベどっちの方がっていう話をしていこうかなというふうに思うんですけれども、J-POP、K-POP の中ではジャズベースが圧倒的に人気があります。はい。特に語源のジャズベースはもう必須だと言っていいんじゃないでしょうか。例えばですよ。キングヌーの新井和樹さんとか、久保田敏信さんとかやってる森多門先輩とか、ナオトインティライミさんとかをやっている鈴木渉先輩とか、みんな語源のジャズベース使ってますよね。K-POP に目を向けると、G ドラゴンとか BTS とかの仕事をやっているカイトさんっていうお兄ちゃん。彼もサスベースの語源とか、あとはウッドの語源とか使ってますよね。ヨハンっていう、僕の友達がイッツィとかやってるんですけど、クラッシュとか。彼もやっぱり語源のジャズベースのスタイルをよく使ってます。はい。韓国で実際に仕事をしていて、語源のジャズベースって本当に需要が大きいなって思うんですよね。その影響って日本の J-POP から来ていて、例えばニカモトさんとかもそうなんですけど、韓国で J-POP ってめっちゃ人気で、J-POP を支えてるアーティストもめっちゃ人気で、そのベーシストたちもめっちゃ人気なんですよ。そうなってくると当然彼らが弾いてるベースも超人気があって、サドースキーとか菊池とか、アレバコッポロとか、フリーダムとか、はい。そうした日本のベーシストたちが弾いてる語源ジャズベのブランドって韓国でめっちゃ人気あります。はい。僕、もう何回も売りましたね。もう、韓国来てんのに日本の楽器すごい調整したり、GIB 横浜で扱っているような楽器もね、本当にたくさん売りました。でもやっぱいいよねと思います。僕も語源のジャズベ好きなので。一方で、アメリカのポップスとか音楽業界だと今プレベがめっちゃ来てるらしいですよ。太くて邪魔になんないからみたいな話らしいです。って感じですよね。面白いなと思います。語源っていうものが現代は存在するわけなんですけれども、これにしたとき、ジャズベとかプレベって普通4弦じゃないですか。そもそも開発された時点で4弦なので。これをね、語源にコンバートすることによって、いろんなキャラクターに分かれてくるというか、これも面白いポイントなんですけれども、語源にする上でジャズベースってやっぱりすごくね、人気があるんですよね。これの理由っていくつかあると思ってて、そもそもプレベで高い方の E フラットとか弾いても、あんま腰高になる感じがしないんですよね。だから語源のプレベ必要とされてないっていうのも結構あります。じゃあ一方でジャズベースはどうかっていうと、少し線の細さがプレベに比べると出てくるので、上の E フラットとか上の D とか弾いた時に、いやもうちょっと下に沈み込む音が欲しいよねっていう風に思われたりするんじゃないかなと思います。しかも、ゴスペルとかのシーンで語源のジャズベースめっちゃ使われたんですよね。だからその語源のジャズベースっていうキャラクター、それ自体がアンサンブルを構成する要素の一つになっちゃってんじゃないかなと思います。これ語源のジャズベの音だってパッてなるじゃないですか。なるんですよ、オタクは。はい。それも大きいかなというふうに思います。で、さっき僕お話ししましたよね。ナット幅がプレベとジャズベだと大きく違うんですよ。ナット幅がプレベは 42mm、ジャズベは 38mm と4弦の場合ですよ。これがスタンダードなわけですけど、ジャズベースを語源にした場合とプレシジョンベースを語源にした場合で大きくなり方が違うんですよね。最終的なナット幅って語源の場合はプレベもジャズベも割と 46mm とか 47mm とかに収まるんですけど、42mm から 46mm になるのと 38mm から 46mm になるのって結構ね、大きな違いなんですよ。だから、プレベの方が語源にした時の違和感が少ないんですよね。これもちょっと面白いポイントで、語源のジャズベースは4弦のジャズベースとは結構大きく違うよねっていう風になってる要因の一つかなという風に思います。それを補うためか、よりキャラクターを強めるためかわからないですけど、プリアンプを入れるっていうこともすごく多いですよね。または、エボニーシワンを使ってみたり、マホガニーをボディに使ってみたり、いろいろな工夫がされてますよね、語源のジャズベースって。語源のジャズベースはもっと発展的なものが多いなと思ったりします。じゃあ語源のプレシジョンベースって誰が使うんだって話なんですけど、語源のジャズベースをメインで使ってる人が、プレベのキャラクターも欲しいけど同じように弾きたいっていう理由で語源のプレベを使うことが結構多いかなというふうに思います。これご覧になってる方って初心者の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、よく聞かれるんですよ。語源のベースって最初から買ってもいいんですか？ 1 本目に語源選んでもいいんですかって聞かれます。これ全然大丈夫です。はい。4弦もうまく弾けないのに語源なんてとか思わなくても全然大丈夫です。語源ベースばっかり弾いてたら語源を弾くのがね、上手くなるのが早いじゃないですか。僕は全然いいと思います。じゃあおすすめの語源のジャズベ、語源のプレベのブランド何なんだっていうと、僕の中ではアルバコッポロ、エキゾチック、サドースキー、デヒア、フェンダー、サスベースとか、日本のブランドで言うとフリーダムとかムーンとか、はい、そうしたところも非常にいいんじゃないかなというふうに思います。エキゾチックもね、一応日本で作ってるブランドなんですけど、ベース自体は、はい、グローバルなブランドに入れちゃいました。なんとなく。僕はめっちゃ好きだからエキゾチック。好きだから入れたってわけじゃないですけど、グローバルな存在だと思いますね。4弦のジャズベプレベはね、もっと多いかなと思います。個人的
的なおすすめで言うと、フリーダムかなりいいですね。フリーダムのレプリカめっちゃいいです。で、もちろん言わずもがな、フェンダー最高ですよ。本物を超えるとか、本物は超えられないとか、みたいな議論あると思いますけど、まあ好きなの選んだらいいです。でもね、フェンダーはもちろん最高なんですけど、フリーダムのね、4弦のレプリカモデルはもう、史上最強級じゃないかなと思います。もう最強級とか言っちゃいますもんね、アホだから。はい。で、4弦で言うとね、デヒアとかも超いいですよ。本当にいろんな人が作っていて、まあ面白いなと思います。もう今ね、ヨーロッパでフェンダーのストラトのコピーが禁止みたいな話あるじゃないですか。あんな感じでもしかしたらジャズベプレベもね、やられるかもしれないので、まあちょっとずついろんなところに目を向けていきたいですけどね。ジャズベプレベまんまじゃなくて、それをモチーフにしたいいベース。まあどこにあるかっていう話ですけど、僕個人的には F ベースめっちゃいいなと思います。F ベース素晴らしいですね。超大好き。だから F ベースみたいなものを作りたくて僕はジーニーとかもやってるんですよ。ジーニーってよく見たら、まあ、この人 F ベースめっちゃ好きなんだろうな、みたいな。もはやパロディだなとか思ったりしますけど、まあ、語源のジャズベースにすることを前提として作れるので、やりやすいんですよね。ということでお話ししてきたジャズベとプレベなんですけれども、これらの音の違いが気になると思いますので、サウンドチェックしてみようかなというふうに思います。4弦のジャズベ、4弦のプレベ、5弦のジャズベ、5弦のプレベと、それぞれ弾いてみます。フェンダー、に限らずですよ。モデルということで流してください。たまにね、ジャズベースっていうのはフェンダーにしかないんだみたいな。わかります、わかります。はい。それもわかるんですけど、便宜上、そうやって言ってんのをご理解くださいと。GIB にある最高級のジャズベとプレベ用意しましたので、じっくり聞いてみてください。
4本聞いてもらいました。ありがとうございます。いや、もうどれも良くて。今、GIB が用意できる最高の4本が集まったんじゃないでしょうか。動画で見たいですもん、この。確かに。引きの絵面もかっこよすぎてやばそう。4本のまずベースの紹介をさせてもらいます。まずこれが1966年製のジャズベースですね。バインディングでロックインで。で、パドルペグっていう。まあ、もう最高。最高。最高。一番人気と言っても過言じゃない。過言じゃないですよね。スタンダードっていうか、ザ・ヴィンテージのジャズベースっていう感じですね。見た目も最高ですし、いいですね。こちらが4弦のプレシジョンベースですね。やばいの入りました。いやー、来ちゃいましたね。はい、来ちゃいました。ついにじゃないですか。はい、今まで入ったことあります？ないと思います。ないですよね、多分。神奈川県には入ったことあるのかな？いや、さすがにあるんじゃないですか。さすがにあるのかな？平沼では初めてやる。平沼では。平沼にこの1958のプレシジョンベースは初なんじゃないですか？1958年製。はい。さらにフルオリジナル。かも。見たところはポットとかピックアップ、そういったところはもう本当に基本的にオリジナルで。やばいっすよ。58年なんで、68年前の楽器。もうおじいちゃん。大先輩。サウンドも超元気ですけどね。うん。江戸時代だったら68って生きてないですからね。あ、そうなんですか。4、50とかしてんじゃないかな。ごめんなさい、江戸時代の人。僕のこんな右太ももに乗せれるようなベースではないんですけど、今回特別に乗せさせていただいてます。そうですね。はい。そうですよね。そうですね。そっち持ちたいですね、俺も。後で持たせたい。というやばいベースで今回弾いてもらいました。次紹介するのがデヒアのビバップ5クラシックっていうモデルです。5弦のジャズベース。本当に今デヒア人気じゃないですか。いや、かなり人気です。入ってきてすぐ売れちゃうから、多分弾いたことないスタッフいますよね。全然いる。それはマジでいます。なんなら入ってきてから弾いたことない人いるかもしれないですよね。入社してからっていう意味ですよ。オランダのブランドなんですけど、こう飛行機でビューンって。もしかしたら船かもしれないね。船かもしれない。けど、まあ、移動してる間に売れちゃったりとかするような、本当に今すごい GIB で人気なベースなので、もしね、見かけたら弾いてほしいなっていうふうに。いや、そうですね。これを取り扱えている店で働けていることに誇りを感じます。いや、わかります。確かに。これは先ほども言った通り、ヴィンテージフェンダー系の5弦のジャズベース。本当にそのスタイルの中では最高峰。見た目もかっこいい。色はこれ、ショアラインゴールド。色最高ですね、今回これ。かっこいいですよね。で、デヒアはピックアップをいくつかの種類から選んでるんですけど、ローラーとかリンディとかクロップマンとか、あとマウンピックアップスもありますかね。今回はリンディ・フレーリンが乗ってますね。どういった印象あります？過去に何本か入荷しているんですが、やっぱりヴィンテージのフィーリングを強くしたい楽器に乗っているイメージがありますね。そうですね。まあ弾いた印象としても、ヴィンテージライクな印象はありますね。もっとこう、ローラーとか乗ってるやつの方がこう、バキッとしてますね。ハイファイって言ったらちょっと違うんですけど、かっこいい感じの音。ザ・かっこいい感じの音になってますね。ビバップ5、普通のアクティブタイプは結構ローラー乗ってることが多い印象があります。そうですね。今入ってきてるのはリンディだけかもしれない。クラシックに関しては。次聴いてもらった5弦のプレシジョンベースもデヒアですね。ビバップ5に比べると入荷数少ないんですが、これも最高なモデル、ソウルメイト5というモデルになりますね。名前いいですよね。いや、ビバップもいいけど。ビバップはジャズのジャンルだよね。そうです。だからジャズベースじゃなくてビバップだと。これは何なんでしょうね。ソウルメイト。あ、ソウルから来てるんじゃないですか。なるほどね。多分。こちらはローラーが乗ってます。今まで入ってきたのって、4弦だとクロップマン乗ってるものが多い印象だったんですけど、それらに比べるともっとこうハイレンジっていうか、音域が広いように感じましたね。でもなんか全然サウンド自体は少なくて、それはすごいいいなっていう風に思いました。最高です。チナ話いいですか？チナ話どうぞ。はい。ビアップってソウルメイトもそうなんですけど、クラシックと普通のモデルがあるんですよね。アクティブとこれパッシブなんですけど、ソウルメイトも同じように PJ のスタイルのもちろんモダンなやつがあって、指板の張り方違うんですよ。この話するときいつも嬉しそうになって喋ってるんですけど、つまりこういうことですよね。ここが。フェンダーってローズ指板に変わるんですよ。59年あたりから。62年の前期ぐらいまでスラブ指板って言って、指板とネックがこうまっすぐ張られてるんですよ。まっすぐにペタンって。よりこうローズの割合が多くて、それがこうディープなサウンド出してるって言ったりするんですけど、これは本当にジャズベース、プレッションベース共通の話です。その後にラウンド指板っていうのに変わる。ネック側にも R がついてて、こうそれの R に合わせて指板が張ってあるっていう。つまり、メイプルの割合が多いデヒアに関しては、クラシックはラウンドバリ、ノーマルのモデルはスラブバリっていう分かれてる。バランスを取ろうとしてる感じが。ビバップに関しては多分アクティブとパッシブでこう、サウンドの違いを出すためにあると思うんですけど、実はヘッド圧違うんですよ。ノーマルと
クな話ですね。音変わるんですか、そんなんで。音変わります。なわけないでしょ。音いいじゃないですか、実際。音いいですね。だからそれが正解なるほどね。ですよ。2ミリぐらいノーマルのモデルの方が太いんですよ。幅があって。クラシックの方は、ヴィンテージのプリ CBS、64年以前のヘッドの厚さと一緒なんですよ、測ったら。僕測りました。これワンチャン早送り編集まであるからね。マジですか。なんかカットされてもなんかどっかで乗っけてください。オタク特有の早口ってやつです、これが。普通のパッシブなんですけど、こだわりが細部に宿っている素晴らしいベースです。ベース紹介はこの辺にして、次はジャズベースタイプとプレシジョンベースタイプの違いについて、弾いてみて思ったことを喋ろうかなと思います。どうでした？ジャズベースの方がよりスマートで、バキッとしたかっこいい音が出るなっていう印象で、プレシジョンベースタイプの方が太くてマッチョな感じっていうか、荒々しさがある感じのね。そうですね。パッとなかっこいい音っていう、どっちもかっこいいんですよ。ジャズベース、プレシジョンベースどっちが好きですかみたいな愚問がこの世にあるんですけど。どっちが好きですか？ジャズベースかな。どっちもかっこいいんですけど、かっこよさのベクトルが違うと。そうですね。いうところは重々皆さんも承知してますし、承知していただきたいと思います。僕最近ちょっとプレベトで欲しい。そうなんだ。あんなにジャズベばっか弾いてたのに。ね、サイクルはね、あるよね、どうしても。あります。ジャズベ弾いてたらプレベかっけーってなって、このサイクルがあるので。結局ね、どっちも欲しくなっちゃうんですよね。もうそれが本当この2つのベースの魅力だなっていうふうに思います。言っちゃえば進化前と進化後なんで、製品的には多分廃盤になってもおかしくない。そうですね。上位機種として出てるんですよ。ジャズベースってプレシジョンベースの。普通の洗濯機とか冷蔵庫とかだったら廃盤になってるようなものが廃盤になっていないと。ってことは、それぐらいかっこいいってことですね。ジャズベースの方が音作りの幅とかは広くて、ピックアップが2つついてて、いろんな音作りが可能なんですけど、その魅力の逆説的に、プレシジョンベースのこの音しか出ないっていう一点集中な感じも、もう本当に魅力になってます。僕たちこうやって店頭で接客させていただいているんですが、初心者の方よく来られます。その時に、ジャズベ、プレベどっちがおすすめですかって。むずいっすね。結構僕黙っちゃうこともあるんですけど、大体僕が言うのは、世間一般的にはジャズベースをおすすめされることが多いですと答えてます。確かに。ジャズベースの方が今の現代の音楽で言うと、若干使われてる割合は多いです。6、4ぐらいでジャズベースの方が音源で聞くことは多いかな。ネックが細い、音のバリエーションもあるっていうところで、初心者の方におすすめしやすい根拠はあるんですけれども、結局かっこいい音出したいっていうところがゴールだと思うんで。そうですね。あとは見た目が好きとか、どちらも定番のベースでずっと使われてきて本当に、でこれとか58年ですよ。68年 ?68 年。このベースは68年間愛されて今ここにいるわけですから、どちらも定番のサウンドなので合うジャンルっていうのはないかなっていうふうには思います。初心者の方、好きな方を選んだらいいと思いますね、そうですね。見た目がかっこいい方とか、音かっこいい方とか、好きなベーシストが使ってる方とか。それいいっすね。それが一番なんか納得感が強いというか、この人に憧れたからこの人と同じベースを使う。じゃあプレベだよね。モチベーション的にもそうですね、上がるかなとは思います。ギークインボックス初心者の方、入りづらいと思われている方もいらっしゃるようなんですが、真摯に丁寧に接客させていただきますので、ぜひお越しいただければと思います。ぜひ来てください。次、4弦、5弦の違い。こちらどう感じました？単純にネックが太いですよね。ピックアップも大きい。金属パーツも特にチューニングマシンとか分かりやすいと思うんですけど、単純に1個増えてるので重いですよね。個人的にはネック太いんで、その分ボディ減ってねって思います。単なる音域の差じゃなくて、木材だったりそういうパーツのところで明らかな変化があると。そうですね。構造が違って、単純に音域増えてるっていうのもそうなんですけど、やっぱり音も違うなっていう印象がありますね。ちょっと出来上が良すぎて。そうですね。差がちょっと見えづらいんですけど、傾向としてはどんな傾向がありますか？違いで言うと。やっぱり4弦の方がよく言われるオープンで広がるようななり方が。はい。はい。オープンで広がりがあるって何ですか？そんな楽器屋っぽいこと言って。ダメですか？ダメですまずネックの質量が全然違って、4弦と5弦って。4弦の方が単純に少ないですよね。その分硬さっていう意味では弱いと思うんですよ。
よりこう、ネックが振動している。ピックアップに関しては、5弦の方がまあ長いですよね。その分、同じターン数巻いたら、4弦よりも5弦の方が長くなる、長くなるんですよ。またおた話で申し訳ないんですけど、ピックアップを多く巻くと、その分広域って落ちるんですよ。だから、4弦は5弦よりも広域が落ちてて、こうタイトでまとまった音に聞こえることが多いんですけど、その分、4弦はやっぱり高音域の倍音がより出てるので、オープンっていうこう広がったようなサウンドに聞こえるんじゃないかなって思います。つまりオープンってことは、高音域も綺麗に出てて、ちょっと明るいイメージ。明るいイメージです。ですね。それとは逆で、5弦は少し高音域が削れて、まとまってダークな音になっていくイメージ。イメージです。本当に。そういった印象ですね。はい。プレベとジャズベースが5弦になるっていうところで、ジャズベースって明るかったりバキッとした音が求められている。その中で5弦になると高音域が削れるってなると少しデメリットに感じるところがあるので、そういった場合はプリアンプを乗せて解消していたり。ラウンド芝にするっていう。そういうことですね。そういうことです。プレシジョンベースはバキッとさせたいっていうよりかは、稲田さが求められる。稲田さっていうのはなんか、稲田さの説明で言うと、明るすぎない、ハイファイすぎない、少しミドルに寄ったような音を指すと思うんですけど、っていうことであれば、プレベは4弦から5弦になって、さっき言った高音域がロスするっていうデメリットはあまり感じられないので、パッシブが多いっていうところもありますよね。まあそうですね。まあ佐賀さんも演奏の前にも触れてると思うんですけど、まあジャズベースはアクティブになってることが多いですよね。逆にプレッションベースはもうちょいヴィンテージ志向のスペックになってることが多いのは、まあそういった違いがあるんじゃないかなっていうふうに思います。最近店頭を見てて5弦かなり多くないですか？多いです。5弦ベース屋さんかなっていうぐらい。本当に5弦多くて、後ろ見たら4弦ない。ヴィンテージ以外5弦みたいな。そうですよね。世間が5弦化してきております。で、これは中級者以降にとどまらず、初心者も1本目で5弦選ぶ方が多いですね。そうですね。いいですね。選択肢の幅が増えていることは非常にいいかなと思いますし、なぜ5弦が選ばれているかという話で言うと、ベースヒーローたちが5弦ベースをよく使っているというところは多いかなと思いますね。そうですね。最近プロで5弦ベース使っていると本当に多いなっていうふうに思います。やっぱりかっこいいですよね。かっこいい。なんかプロ感あるっていうね。確かに。5弦の方がプロ感あります。そういったプロ、ベースヒーローに憧れて僕たちキッズはベースを買うっていう衝動は少なからずあると思うので、プリーがかっこいいからスティングレーを買って、ジャコがかっこいいからフレットレス買ってっていうのがありますんで、そういう潮流で今は5弦ベースの需要が多いのではないかなとも思いますね。逆にやっぱ、そうだからこそ4弦の魅力も光るとか思いません？結局ね、いい2人ですね、そう考えると。なんか5弦は単純に音域が増えてて、現代の低い音域まで再生できる音楽の環境の中ですごく出てきて弾かれてて、たまにありますもんね。4弦でコピーしてたら5弦ないと弾けないみたいな、みんな欲しいと思うんですけど、逆に4弦の魅力も光るっていうか、でも5弦あるんだったら4弦なくなってもいいじゃないですか。いいですね。ほんとさっきもプレッションベースとジャズベースのそうですけど、進化系ではありますから。でやっぱそうならないのは本当4弦にもサウンドとしての魅力があるからだなっていうふうに思います。本当ここら辺は弾きたい楽曲と好きなベーシスト、さっきもあったんですけど、そういったところで選ばれてみるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。今だとやっぱ二カ本さん、新井和樹さん、マットラムジまあそうだね。それはそうだね。そうですよね。そのあたりのベースヒーローに憧れて、サトスキ買う人とか、アメデラ買う人とか、多いですね。ボッサ買う人とか。そうですね。ラムジーファンはね、という感じです。そんな締め結論どっちがおすすめなんだいというところもあると思います。僕が弾きたいのはこれだっていうのがなければ、ジャズベースを選ぶ方がいいと思います。さらに4弦5弦に関しては、5弦が難しいとされている理由って4弦と比較してじゃないですか。まあ確かにそうですね。4弦より1本多いから、4弦よりネックが太いからっていう話なので、1本目であれば5弦でもいいんじゃないかと思ってて、確かにそのハードルはあんま変わんないんじゃないかなと思うので、迷ったらジャズベース、5弦いってもいいんじゃないとは思います。そうですね。今の音楽、現代の J-POP とか、アメリカとか世界の楽曲で、結局のところ一番オールマイティに感じるのは今は5弦ジャズベースかなっていうふうに思いますね。一番弾ける曲が多いと思います。逆に古い音楽、古いソウルとかロックとか、もしくはこうパンクみたいな、そういったもうジャンルが好きで、そういったバンド始めますみたいな人は4弦 PB 良くないですか？そうだね。特にプレッションベースすごいいいなっていうふうに
思います。だからこそ、これでしか出ない音があるっていうか、魅力が本当に詰まってて、使われてきたジャンルの中では、本当にこう魅力を発揮するベースなので、そういったベース弾いていきたいっていう人は、プレシジョンベースがすごいおすすめですね。プレシジョンベースの4弦と5弦で言うと、5弦の方が音域が広いっていうのはありますよね。でよりこう、現代的なヒップホップとか結構使われてる印象あります。今っぽい R&B とか、そういったジャンルでは5弦のプレシジョンベースよく使われてきてるなっていうふうに思いますので、最近特にヒップホップ、ジャンルとして人気ですから、ミクスチャーの音楽もありますし、そういうジャンル好きな人は5弦の PB すごいいいんじゃないかなっていうふうに思います。これは大勢に向けた一般論ではありますんで、いつでもなんか Twitter とかでも店頭でも相談していただければ真摯に対応いたしますので、いつでもご相談いただければと思います。お待ちしております。はい。ということで、ジャズベとプレベの違いについてやってまいりました。いかがでしたでしょうか？皆さんはジャズベとプレベどっちが好きですか？ぜひコメント欄でね、教えてください。ちなみにね、僕は完全にジャズベ派です。そこにあるサスベースもジャズベースですし、他にもね、アレバコッポロももちろんだし、フェンダーももちろん持ってますし、たくさんジャズベース持ってます。めっちゃ好きだからです。はい。プレベもいっぱいありますけどね。はい、ということで本編終わり。いや、すっかり春めいて参りましたよ。今日ね、4月3日に撮影してるんですけど、結構ね、暑いです。今窓も開いてて、だから外気と同じような気温でやってるんですけど、セタ暑いです。間違えたなと思って。僕、韓国に引っ越してから、もう10ヶ月近くなるんですけど、何がいいってね、花粉がないです。この間、日本行ったんですよ。春前。3月。はい。花粉が本当にひどくて、もうちょっと僕は耐えられないなと思いました。この花粉っぷりには。日本で過ごしてる人たちは本当にすごいですよ。あれさ、経済的な損失も絶対あるよね。なんとかしてって、杉でギター作ってください。補助金出してください、そこに。はい、もうね、本当にひどいよ。で、韓国は花粉基本ないので、めっちゃ快適です。だからもう春は韓国だなと思いました。いるなら。で、僕ね、四季すごく好きなんですけど、ずっと都合のいい場所にいたいんですよ。ずっと心地いいとこに。いや、だからね、4月、韓国で、冬はね、タイとかいいなと思うんですよ。すごく心地いいから。夏はね、やっぱ北海道とかいいと思うんですよね。涼しいけど、こう、オープンカーとかでドライブしたら気持ちいいじゃないですか。問題は秋よ。秋は東京でいいんじゃない日本の秋ってめっちゃいいじゃないですか。だから東京ベースにしていろんなとこ遊びに行きたいなとか思ったりしますけどね。どうなんですかね。この4拠点生活めっちゃ夢なんですよ、僕の。今ほぼほぼ2拠点になってきてるから、花粉はね、避けられるんですけれども。これの問題って家賃がな、ちょっと高いんだよな。だから僕ね、年収ね、10億円ぐらい欲しいんですよ。年収10億円ぐらい欲しいんです。いや、夢ですね。でもまだね、僕今年34歳になるんですけど、ぼちぼちね、もうおじさんなので、なんか現実見ないといけないなと思いつつ、夢を見ることもやめられませんわ。なんつってね、やってますけども、皆さん、いかがでしょうか？はい。素敵な春を、もしくはもうこれ出る頃には夏、なんのかな？初夏かな？はい。素敵な夏をお過ごしください。ということで、GIB なんですけれども、GIB ソウル、GIB 横浜、GIB 兵庫と3店舗あります。この先、もしかしたらタイランドとか、もしくは台湾とか、札幌とかやるかもしれないです。はい。興味ある方いたらぜひ連絡してください。フランクフルトもいいな。僕ね、ヨーロッパ好きなんですよ。アメリカはない。はい。なかなかまだ好きになってないからそんなに。はい。ギターショップトニック横浜というギターの専門店もあります。PRS いっぱい売ってます。はい。好きだから僕たちが。で、あとはギターアウトレット横浜というお店もあります。とんでもなく安いです。最大 70% オフぐらいになってると思います。定価から比べて。GIB 横浜とトニック横浜とギターアウトレット横浜は横浜市西区平沼っていう場所にありますので、そちらね、ぜひぜひチェックしてみてください。歩いて回ると楽しいと思います。その周りのね、お店もたくさん美味しいところあります。角平とか、串串とか、まあいっぱいあるんですよ。ありがたやとかもね、そうだし。僕もね、日本にいるときは本当によく平沼で飲んでるので、見かけたら声かけてください。そして最近はプロベーシストの関谷智隆さんと一緒にベースギークカレッジというオンラインコミュニティやってます。ギークインボックスの動画よりもさらにマニアックなものをみんなで作ってるっていう感じですね。そっちの方では新しい製品の開発も会員の方と一緒にできたらいいなって思ったりしてます。楽しいから。製品開発するってすごく楽しいですし、ベースの楽しみ方ってステージで演奏するだけじゃないなって僕は結構思うんですよ。改造したり開発したり、そういったところもすごく楽しくて、僕はギークインボックス始めてからそういったところをたくさん楽しめたので、この楽しみ方をみんなにも味わってほしいななんて思ったりしてます。あと最近ね、GIB の製品開発もめっちゃ盛んで、オリジナルの弦とか、ストラップとか、ケースももちろんそうですよ。ベース本体もそう。もういろんなのやってるから、ぜひチェックしてみてほしいです。楽しいです。ベースオタクが趣味で作ってるブランドなので、皆さんも楽しめるんじゃないかなと思ったりします。ということで、最後までご視聴いただいてありがとうございました。せっかくね、こんなマニアックな動画最後まで見たあなた、もう一本ぐらい動画見てから、YouTube アプリ閉じてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。